チェンバーボーン。アップデート7。丸太不足が続く中土砂を使う割と意味のない工事を続けた我らがカルデランド。そんな中繁殖ポット停止により最後の一匹のビーバーがひっそりと永眠しこの町はボットのみになった。ビーバーはいなくなったがこれがこの世界の答え。最後にこの空き地を埋めて開発を完成させるぞー。この持て余してた平地を開発して大断円と行こうぜ。最後の開発の前にここがまだ途中だから、先にこっちを完成させましょ。無駄に大規模な貯水段々システムが途中だったな。こんな感じに埋めれば完成であります。干ばつ明けでもうじき貯水が始まるけど、ここまで水が溜まるまでには完成するかな？さあボットども、24時間体制で工事を続けるのだー。夕焼けに染まるカルデランドに、甘露に光るボットの奇跡だけが走った。相変わらず不足するボットのグリス、原料の生成物が足りないので食品工場に遠心分離機を追加。先生、生成物は食品じゃありません。細けいことはいいんだよ。おい。前回泡わして確認ができなかった、新貯水槽への水路自動切り替えを確認。メインの貯水槽が一定量貯水されると自動でこっちに流れる仕組み。こちらもいっぱいになると水門の上から溢れ、再度メインの方に水が流れ中央の湖に流れるよ。中央の湖がいっぱいになったら溢れます。ダメじゃねえか。700体くらいと増えすぎたボットも、組み立てを止めたことでやっと500体ほどに減ってきたよ。秋の職場が180超え、不要施設の稼働を止め労働力の調整を行っております。いのー、ちの水。お、ビーバーを犠牲にすることで貯水可能になった、貯水段々システムが完成したようだな。この青々とした貯水を見ると工事は成功なんだけど、ビーバーがいない結果を招いたことを考えると少々もやる。だな。まあうだうだしてても仕方ない、最後の建設工事だ、測量を始めるぞー。この使い道のない広大な平地に、一体何を建設するつもりなのやら。こんな感じになりそうろー。これが何なのかさっぱりわからんが、とにかくぎっちり建設予定が入ってるのだけわかるぜ。細かいところは完成してのお楽しみで。で建設風景を眺めてたら干ばつ24日が襲来。すでにビーバーがいないこの町は水がなくとも継続可能、無限動力が動く限り、いくら長い干ばつが来ようとも問題はない。貯水はここまで貯めることができました。それを飲むビーバーがいねえよ、ビーバーを返せ。しゃあないそこまで言うならビーバー復活させましょ。やったぜ。では地球の人口回復期前の繁殖ポットを再稼働。アイアンピースは水とベリーがあれば何度でも蘇る。フォークテールは全滅したら終わりだが、アイアンの科学力ならこの状態からでもまだ繁殖可能だぜ。そして新世代のビーバーたちは、この回し車を回しボットの補給をしてもらう予定。まさかの奴隷棒業務。ここで体を鍛えてから人口回復期で旅立ってもらうつもりだよ。宇宙飛行士が体鍛える的なあれか。それそれ。そして平地の開発が7日ほどでほぼほぼ終わり、新世代のビーバーの誕生を見守る日々。頑張れ中身、あと少しで誕生だ。新世代の誕生だー。生まれてダッシュで奴隷棒にかける、これが働くことが生きがいのビーバーの本能。2匹目も合流して一緒にぐるぐる。体を鍛え新たな世界に旅立つのだ。ちなみにこの動力は無限動力とは繋がっていないので、無限動力が止まった時もボットが補給可能な施設です。そういやお前前回無限動力うっかりで止めてたな。これがあれば事故っても平気。で平地の開発は2期目の地球の人口回復機を建設中。まさかのワンダーおかわり。ビーバー用とボット用で一応分けて作ろうかなと。作業担当を切り替えればいいだけなのに謎のこだわり。怪しい地下施設で奴隷棒を回すビーバーの姿。うわなんだよこれ。コメントで要望のあった地下帝国ってこんなんかなと貯水段々システムの地下にサクッと作ってみました。これも後でじっくりお披露目しましょ。後でかよ。そしてボットたちがわらわら集まり、特に問題も発生せず地球の人口回復機が完成。ボットが作ったってのもあるが一度完成させてることもあり、何の考えも湧かなかった。これにてカルデランドの開発は終了だー。干ばつ明けまであと10日ほど残ってるが、まったりしてますか。あ、ぼーっと待ってるの嫌なんで追加工事します。おまけの無駄工事入りまーす。工場のここシンメトリーになってないのでポンプ追加工事と。すでにポンプの半分以上止めてる、見た目だけの完全な無駄工事。本当はこの上をどんどん伸ばしてたくさんのビーバーが住むタワマン建設予定だったんだけどね。ビーバーがいねえんじゃ建てる意味がねえ。所要無常。ビーバー増えすぎからボット増えすぎになり、そして今ボットはその数を減らしている。
適当に移設して存在を忘れかけてた町の中心も記念碑で飾り付けしました。以前はエクササイズするビーバーで溢れてたここも、閑散としてて寂しいもんだぜ。お次はここが無駄に空き地で気になるので、適当に公園でも作ろうかな。使い道のない公園、これが無駄公共事業というやつだ。こんな感じになりそうろ。資材を惜しみなく使う記念碑をがっつり建設。すべての資材が潤沢にあります。地球の人口回復期前でスタンバイするボット。お前ゴーグルいらないだろ、ビーバーに返してやれよ。どことなくムカつく顔をしております。つか人口回復なのにボットとはこれいかに。まあそれ言い出したらビーバーも人ではないし。それもそうだな。そしてあっという間に公園が完成。全体的に、赤い。森番の詰め所を立てて植林も考えたんだけど、育つの待ちきれないので、今回最終回だししゃあなし。さて干ばつ明けまであと6日、やることないからここを埋めるぞー。カルデランド名物、意味のない土木工事でフィニッシュだぜ。いのー、ちのみず。さあ干ばつ終了、最後のお披露目会と参ろうぜ。まずはこのカルデランドの巨大モニュメント下の平野の部分をご紹介。こちらはビーバーの復活を願い、エジプトのピラミッド周辺をイメージして建設しました。ファラオのミイラが復活とかのあれか。ビーバーは生成物という復活駅で何度でも蘇る。ずらっと並んだモニュメントが0秒間を醸し出してるぜ。地球の人口回復期の乗組員になる予定の訓練中のビーバー。体を鍛えボットの支配から脱出するのだ。正直ボットだけの街を作ってみて、復活させたものの寂しい気持ちになったので、私は彼らを連れてボット禁止の街を作ることにしたよ。次回から新マップ難易度ハード、ボット禁止の街の開発を始めるぞー。露骨な宣伝入りまーす。お楽しみに。で紹介に戻りましてこちらは訓練生ビーバーの宿舎。簡素な佇まいが訓練生の寮っぽい。宿舎の裏には食品が備えられていて、奥を進むとこんな感じ。意味のない葉の砥石が左右にずらっと並べられとる。古代ビーバーの使った砥石です。出来たての新品だろ、嘘をつくな。てへ。カルデランドモニュメントの前には記念碑が、ずらー。ここでビーバーたちはそれに祈りを捧げる。記念碑前にはスタンプがあるので、参拝後は押して帰るのが作法です。無駄に作った2期目の地球の人口回復期。作業担当をビーバーとボット切り替えればどっちも使えるから2つもいらねえけん。家左右対称のデザインにするのに必要です。資材の大量投入も厭わない匠のこだわり。ちらっと見えてたけどこちらにも回し車。新世代ビーバーよ、筋肉を鍛え上げボットをねじり切るのだ。本当にできそうで怖いよ。てなわけでカルデランドの礎になったビーバーたちの霊廟でした。これだけの装飾があっても、ビーバーの姿が見えないとなんか味気ない感じになっちまうな。ビーバーたちがわちゃわちゃしてる街並みの方が、綺麗に装飾された街より見てて楽しいよね。やっぱこの世界にはビーバーが必要だ。じゃ最後の開発も終了したことだし、最後に街を回って締めくくるとしますか。ここは旧ボット工場だな。ボット原産で今はボット作ってないけどグリス用の遠心分離機だけフル稼働。床下の管路とシャフトがこの施設の特徴。すっかりおなじみの無限動力。とにかくでけえ。本当はぐるりともう一周大きくする予定で場所は確保してありました。こっちの裏側にも水車もう一周回すつもりだったのな。動力余ってたからやめた。さいですか。一人称撮影したけどでかすぎて画面に入らないので、結局離れて撮影してるのず。滝のように流れる汚水が結構迫力あるな。ちなみに近づくとこんな感じ。上から狙撃ビーバーがベリーとか投げつけてきそうな雰囲気。有事の際には防衛施設にも向いてるかも。AI ことナンバークランチャーとたくさんの汚水ポンプ。アイアンティースは汚水装置がないから、汚水の汲み上げは地味に大変だったぜ。巨大食品工場。たくさんのビーバーの食料を維持した施設。しかし PC の負荷で全力を出さずに終わった悲しい一面も。さすがにこれをフル稼働するレベルまでビーバーを増やすのは無理。かっこいい水門跡地。立体農場と水路の再開発で昔の面影ほぼなし。次の街でリベンジだ。ちょっと倉庫追加のつもりががっつり回収された鉱山関連。精錬所の数が過剰だけどこれはこれでなんか綺麗にまとまったやつ。関路駅直通工法は建築の幅を広げてくれました。出来たてほやほや公園。ビーバーの娯楽施設がないので誰も立ち寄ることがない。こっち側にはキャンプファイヤーとスクラッチャーがあるし、正面のベンチで景色を眺められるよ。細かい気配り。作るのに難儀した立体農園。これを作る過程で灌漑の繁栄や、3D 地形の知見が得れたんだよな。苦労したけどやってよかった。近くで見るとこんな感じ。
ビーバーいない状態が続いたので収穫されない過剰生産だぜ。屋上のずるい放水場。節水しながら広い緑地を得る手段としては最適だ。私、マルタセレブでしてよ。出たなエセお嬢様の立体植林場。今ではマルタ1万の真のセレブでございますわ。まあこれならかなりの量が生産できるわな。それでもまだ空きのある私の蔵。設定が面倒だった記憶しかない。軽いトラウマ。ここは管路の駅も各階層にしっかり行けるように凝った作りになってるよ。管路は本当に良いアップデート。そしてこちらは超巨大ボット工場。過去一の巨大建造物なのに階層で隠れて地味な建物。ボットなら1000体いけるかなと思ってたけど、普通に重くなりすぎて結局フル稼働は1サイクル程度でした。ボットがいなくなり空き家になったビーバーイーツ本社。所用無常。暇そうなビーバーをつっついてたビーバー建設株式会社本社。今じゃつっつくビーバーもいねえし寂しいもんだぜ。かつては賑わっていたビーバーたちの豪邸。見事なゴーストタウンになっちまったな。まあビーバーいた頃も内部は見えにくかったから、あまり生活感はなかったけどね。管路がキラキラしてたくらいか。繁殖ポット、こちらを再稼働させれば昔の賑やかな街を取り戻すことも可能。でもそれやるとマジで重い世界も帰ってきちまうんだよな。誰か新しいパソコン買って。こらこら。ビーバーグリル、こちらもビーバーが減ってガラガラ。ビーバー減る前からアクセス悪くて2回3回は使われてなかっただろ。記憶を捏造すんな。バレたか。おい。こちらもガラガラになったスクラッチャー。背中をかいて気持ちよさそうにしてたビーバーが可愛かったな。ボットが我が物顔で陣取る街の中心。この正面の時計の針、しっかり動いてる。アイアンティスの技術力の高さが伺えるぜ。以前はビーバーで混み合ってたエクササイズプラザ。夕方になって火が自動で灯されたが、以前のような活気がもうここにはない。糸かなし。ここをカルデランドと言わしめるカルデラ湖。普通の街づくりだったら、これが完成した時点でもうゲームクリアなレベルの貯水量が自慢。そんな貯水槽がなんと今ならもう一つついてくる。おっとくー。ぶっちゃけビーバーの暮らしに使わなかったので正直いらんかった。おい。匠おすすめのこだわりスポット、高架水道橋の橋脚。こいつついに自分で自分のこと匠と言い出しやがった。これも 3D 地形の使い方の勉強になったよ。そして先ほどチラ見せした、貯水段々システム下の地下抵抗奥。うわなんかめっちゃ火がついてる。酸欠になるぞ。こちらは創育風への賛美を称える、タイボットレジスタンスの集会場。もうこれ悪魔とか召喚してるやつじゃねえか。ビバ神様に祈りを捧げ、旧敵ボットを撃ち滅ぼすのじゃあ。なお、この施設を作ったのはボットです。ビーバーたちのごっこ遊びにも付き合う、ボットも意外といいやつ。さあキリキリ回して創育風への賛美にエネルギーを送れー。そういや記念碑動力必要だったな。空気が乾燥してて目が乾いても瞬きで乗り切るのだ。無茶言うなよ。なお、こちらのビーバーは仕事優先度を変えてきてもらった0秒の回し車業務のビーバーです。撮影のためご足労いただきありがとうございます。てな感じで地下帝国作ったけど、やっぱ暗いね。上を開けないと光源確保が難しいぜ。日中も光るライトが欲しいね。だな。ではこれをもってカルデランドの開発を終了とする。長い開発だったが、それに見合った巨大建設がいくつかできて楽しかったぜ。土砂の 3D 地形や突出部のおかげで建設の幅も広がったし、次の街でも色々面白いものが作れそうだね。ではさらばだカルデランド、今度はボットなしで真のビーバーの楽園を築くぞー。さあビーバーたちよ脱出の時だ。ボットからの支配から脱却するぞ。40秒で支度しな。左からビーバーが発進しようとしてるのに、右からボットも発進だ。己追ってか。各自3回、現地で落ち合うぞ。5分を。ボッツ1、発射ボッツ2発射ボットが並走してるぞ。なんとか振り切れ。こうして新世代ビーバーは旅立った。ボットの支配のない楽園をきっと彼らは築き上げるだろう。私たちの戦いはこれからだー。